か。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。さて6月に入りましたね。今月は6月1日が最初のリリースということで、日本では6月といえばジューンブライドといって結婚式のイメージがありますよね。でもこれはもともとヨーロッパの言い伝えらしいんですよね。ヨーロッパの6月は比較的天候が安定している時期だそうなんですが、日本の6月は梅雨もありますし、雨が多くて湿度が高いこともあって、あまりウェディングの売り上げが良くなかったそうなんですね。それで日本のホテル業界とかウェディング業界がヨーロッパのジューンブライドという概念を輸入してですね、ヨーロッパでは6月に結婚式をすると幸せになれるっていう言い伝えがあるんですよっていうのを広めたのがジューンブライドのこの日本での起源というふうにされています。なので韓国では特に結婚式は6月が人気っていうことはないんですけれども、これはね、日本人の私がやってる番組なので、6月は韓国の結婚式で歌われるチュッカをテーマにお届けします。去年の6月も同様のテーマで放送していて、韓国の結婚式の話などお話ししている回がありますので、興味がある方はぜひそちらの過去の放送も聞いてみてください。今回はイ・ソニさんの그 중에 그대를 만나、その中であなたと出会いという意味の曲で、外国語タイトルは Meet Him Among Them とついている曲。この曲を紹介します。この曲は2014年発表のイ・ソニさんの第15週30周年記念アルバムのタイトルトラックなんですが、私はね、当時この曲がチュッカとして人気の曲だとは知らなかったんですね。後ほど歌詞を紹介しますが、歌詞の中では一旦別れを連想するような部分が出てきて、最後に私たちが運命ならばきっと時を超えてまた巡り会えるでしょうというような内容で終わるので、ただただ幸せという歌詞でもなくて、最後は別れてるんじゃないかなって私は思ってたんですよ。でもこの曲が私の熱愛ドラマトッケビの結婚式のシーンで使われていたんですよね。トッケビ夫婦の結婚式じゃなくて、ウンタクが結婚式場でチュッカを歌うアルバイトをしていて、その様子をトッケビが覗きに来る場面があって、今回調べてみたら7話でした。でそこでウンタクが歌ってるのがこの曲なんですよね。で目の前に新郎新婦がいるんですけど、ウンタクはきっとトッケビのことを思って歌っているんですよ。そしてその後2人で並んで歩きながら、ウンタクがトッケビに自分の気持ちを素直に伝えるシーンにつながっていくんですけれども、その場面がねすごく良かったので、今回はこのドラマの話も交えながら紹介したいなと思ってこの曲を選びました。TVN の公式 YouTube チャンネルにこの場面の切り抜きがありましたので、こちら概要欄に貼っておきます。まずいつものようにですね、原曲歌手のイ・ソニさんを紹介したいと思います。で韓国語での発音はソニさんに近いと思うんで、今回はそのように表記したんですけれども、日本語ではイ・ソンヒさんというふうに表記されている場合もあります。イ・ソニさんは1964年生まれの58歳でいらっしゃいます。1984年に歌謡祭で大賞を受賞したことをきっかけにデビューされるんですけれども、最初のデビュー曲から大ヒットして歌謡人気賞、新人賞、こういったね歌謡にまつわる賞を総なめにしたっていう伝説があります。そして80年代90年代と継続してヒット曲を連発して、韓国では幅広い世代から愛される国民的歌姫のお一人です。比較的小柄な体から爆発的な声量を放ちつつも繊細な歌唱表現もできる方で、韓国を代表する現役ながらレジェンド級歌手のお一人でございます。歌手兼俳優のイ・スンギさんの歌の才能を発掘して育成したのがイ・ソニさんなので、イ・スンギさんのお師匠さんとしても知られています。
2000年代からはドラマの OST にも多数参加されていますので、 OST 歌手としてご存知の方も多いかもしれないですね。私もイ・ソニさんの80年代90年代をリアルタイムには知らなかったので、今回ラジオの原稿を書くために当時の音源を聞いてみたんですが、もともととても歌唱力は高いんですね。でも年齢とともに喉の使い方を少しずつ変えていって、無理のないように体の変化に合わせて喉を管理していく能力がとんでもなく高い方だという印象を受けました。実質ね、そこに私は一番感銘を受けましたね。若い頃は結構声帯閉鎖の強い声をされてるんですよ。で、声帯っていうのは左右にひだみたいな構造になっていて、そのひだを寄せて合わせて、そこに息が当たることで振動して音が鳴るっていう仕組みをしているんですが、ピタッと熱く声帯を合わせて強い息を当てて強く振動させるほど硬くて大きな音が鳴ります。ただ声帯の表面は粘膜なので、強くこすりすぎると摩耗してしまってポリープができたり炎症が起きたりするわけです。で、これが歌手が喉を壊してしまうメカニズムなんですが、初期の頃のイ・ソヒさんの発声は結構ね、声帯を熱く合わせてるんですよね。で、爆発的な声量が出るんですけれども、ちょっとリスクも高いような出し方で、洋楽だとクリスティーナ・アギレラさんとかアデルさんに似てるような響きを持ってます。でもイ・ソヒさんは年齢を重ねるにつれて、出すところでは出して弾くところでは弾いていくみたいなですね、歌唱の中でメリハリをつけて声帯も締めすぎない歌い方に変わっていくんですね。そして50代になっても昔の曲を同じキーのまま歌えて、さらに表現力の面では進化し続けているという素晴らしい方です。私もこの度最近ですね、不妊治療のホルモン療法でかなり喉の状態が変わっちゃって歌いにくい時期があったんですが、女性は特にそういうことがなくても更年期障害とかもねありますんで、このあたりのコントロールは非常に難しいと思うんですが、本当に管理がね素晴らしいですよね。イ・ソニさんはとにかく喉の調子を守るために辛いものは食べない、お酒などもってのほかというね生活を続けていらっしゃったそうです。で、朝に喉の調子がいまいちだったらもう一日筆談で過ごすとかですね、徹底した管理を続けていたという逸話があって、いや、私もちょっと見習いたいなと思ったんですけど、でも激辛もお酒も大好きなんですよ。で、しかもちょっとね、医師なんで筆談で外来してたらね、さすがに病院クビになりますからね、全部真似するのは無理だなと思ったんですけれども、でも本当に素晴らしいと思います。では続いて今日歌う曲、クジュンエクデルマンナ、その中であなたと出会いという曲の歌詞を紹介していきます。この曲はたくさんの人と巡り合う中、そして流れる時間の中であなたと出会って、その出会いがもし運命だったなら、たとえ別れてしまってもきっとまた巡り合うんでしょうというような内容です。このあたりの世界観がトッケビで描かれている世界ともよくリンクすると思いますね。今日はサビの部分の歌詞から紹介します。별처럼 수많은 사람들 그중에 그대를 만나、星の数ほどの人たちの中であなたと出会い、꿈을 크듯 서로를 알아보고、夢見るようにお互いを築いていき、주는 것만으로 벅찼던 내가、与えるだけで精一杯だった私が또 사랑을 받고、また愛されて、그 모든 건 기적이었음을、そのすべてが奇跡だったことをというサビなんですね。で、1番と2番はこの内容で進んでいくんですが、ブリッジの部分ではちょっと別れを連想するような表現が出てきますので、ちょっとその部分の歌詞を紹介します。나를 꽃처럼 불러주던、私を花のように呼んでくれた그대 입술에 핀 내 이름、あなたの唇に咲いた私の名前は이제 수많은 이름들 그중에 하나 되고、
今や数多くの名前のうちの一つになり、그대의 이유였던あなたの理由だった나의 모든 것도 그저 그렇게私のすべてもただそうやってという歌詞なんですが、あなたの理由だった私のすべてもたくさんの人との出会いの中で霞んでいってしまうんだろうというニュアンスだと思います。そして最後のサビの後半部分の歌詞もとてもいいので、ここを紹介しますね。어꺼베 시간이 지나도果てしない時間が過ぎても어쩌면 또 다시 만나もしかしたらまた出会うかもしれない。우리 사랑 운명이었다면私たちの愛が運命だったなら내가 너의 기적이었다면私があなたの奇跡だったならという歌詞で終わるんですけれども、トッケビの中でウンタクがこの最後の部分も歌ってるんですよ。サビだけじゃなくてこの最後の部分の歌詞を流してくれたのが熱いなと思ってですね、マニア歓喜のポイントでございます。おっこぺしがんっていうのは日本語だと有給の時みたいなニュアンスだと思うんですね。この有給っていうのは有給休暇の有給ではなくて果てしなく長いっていう意味の有給ですね。でトッケビでは何百年っていう時を超えて生まれ変わってまた人々が巡り合う様子が描かれていますので、このあたりもぴったりの歌詞だと思います。そんなわけで曲を聴いてみてください。イソニさんの그중에 그대를 만나をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノとドラムとシンセサイザーの音で作っています。女性曲にしてはかなり音域が広くて原曲は2オクターブを超えていますね。でこのランジを歌いこなすイソニさん本当にすごいですよね。原曲ではブリッジの最後の部分ですね、くじょくろけのところなんですけど、くろけっていくんですよ。でこののところが高いファーの音ですね、 F5 っていう音なんですけど、そこまで上がるんですよね。で私はちょっとそこまでの高音力強く出せないので今回やらなかったんですけど、イーソニさんは50代になってからのライブでもバッチリ地声でそこ出てるんですよ。だから本当にね素晴らしい歌手だと思います。でこの曲は広く愛されていて男女問わず多くの歌手がカバーしています。中でも私はキュヒョンさんのカバーがとっても好きなのでこちらも概要欄に貼っておきますね。で歌詞の内容とキュヒョンさんの優しい歌声がとても合うのでこのねカバー動画もおすすめでございます。そんなわけで今回はイーソニさんの그중에 그대를 만나という曲を紹介しました。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。 OK、 ちょうどいいですね。